あの駅で降りてはいけなかった。あの夜、私は降りてはいけない駅で降りてしまった。こんばんは、ゆいです。これから話すのは、私が二度と思い出したくない出来事です。ある駅で起きたこと。もし今、深夜の電車に乗っているなら、もし今、車内が静かすぎると感じているなら、この先は聞かない方がいいかもしれません。あの日、仕事が長引いて終電ギリギリになりました。時計は深夜0時を少し過ぎた頃、私は疲れた体のまま、いつもの路線電車に飛び乗ったんです。車内には数人だけ。みんな無言でスマホを見ていて、誰とも目が合いませんでした。私は端の席に座って、窓に映る自分の顔をぼんやり見ていました。次は安住駅です。聞き慣れたアナウンス。いつもの帰り道。何も変わらないはずでした。でも、数駅過ぎた頃、違和感に気づいたんです。電車が止まらない。本来なら次の駅に着いている時間なのに、窓の外はずっと真っ暗なまま、ただ黒い景色だけが流れていく。私は路線アプリを開きました。現在地が表示されない。県外。その時気づいたんです。乗客が一人もいなくなっていることに。その数分後、電車がゆっくり減速して見知らぬホームに滑り込みました。窓の外の駅名表を見て、私は固まりました。如月駅。聞いたことのない駅名。小さな無人駅。でも、電車に乗っている方が怖くて、私はホームに降りてしまったんです。ドアが閉まり、電車はすぐに発車しました。その瞬間、車両の窓から誰かがこちらを見ていたんです。顔のない人影がずらりと並んで、踏切の音？でも周囲に踏切なんて見当たらない。音だけが近づいてくる。私は線路沿いを歩き始めました。すると前方に人影が見えたんです。老人でした。顔がなかった。それなのに、確かに笑っていた。私は走りました。背後から足音が追ってくる。やがて小さなトンネルが見えました。私はその中へ飛び込みました。トンネルの中は異様に長く、湿った匂いが漂っていました。壁に手をつくとぬるりとした感触。周囲をライトで照らした瞬間、息が止まりました。壁一面に無数の手形。次は如月駅。誰もいないのに、声だけが近づいてくる。ライトが消えた。暗闇の中で足音だけが響く。気づくと外に飛び出していました。そこはいつもの街でした。その1週間後、スマホに通知が届きました。差出人不明のメッセージ。お忘れ物がございます。添付された画像には私の社員証が写っていました。背景にはあの無人のホーム、如月駅。その直後、車内アナウンスが流れました。
次は、如月駅です。車内には私しかいなかった。もし深夜の電車で見知らぬ駅名が流れても、絶対に降りないでください。そこは二度と帰ってこられない場所かもしれません。